ちょっともう破線直しましたけど、ある程度最初のここのくぼんでたやつを確認します。はい、この目の高さに包丁を持ってきて、こうね、この包丁の顎のとこから切っ先のとこが、同じぐらいになるぐらいまで上げます。で、そうしたら気持ちだけこの切っ先を上に上げるんですけど、そうすると一番破線が見やすいので、この破線がしっかりと綺麗なアルになってるか見ます。はい、途中で S 字になってないかとか。ここのこれね。はい、そうです。でそれが、とりあえず綺麗だったらそのまま研いで大丈夫なんですけど、さっきのこっちの包丁みたいにちょっと S 字になってる場合は、まずそれを直していきます。もうそれは刃をもう直接潰してってことね。さっきこう砥石でガシガシやって潰したんですけど、一番いいのは最後する仕上げの時で、こば漬けって言って、30度ぐらい立ててこうやって研ぐやり方があるんですけど、これで整えていきます。ああ、なるほど。なのでこれだと今ちょっとまだここが若干へっこんでるので、それを今からとりあえず先に破線を修正していきます。どうしたらここまでできるようになぜなるのか。了解です。じゃあそうしましょう。じゃあまずこば漬けの角度なんですけど、30度ぐらい立てて研ぐやつがこば漬けっていうんですけど、料理人さんの場合大体このこば漬けをしない。大体ここで研ぐ。はいはいはい。ベタだけで。ベタでとりあえず研いで。はい。が主だと思います。料理人の中ではね。そうですね。でそうですね。ベタ研ぎだけだと、特にこの議員さんは、刃先がちょっとコードがふにゃふにゃなので、薄くしすぎると強度的に持たずに切れ味があんまり出ないです。であとちょっと細かくチップして破れたりするので、それを止めるために30度角度つけて最後コバっていうのを引くんですけど、この刃先に、料理人さんでよく言うとこの二段刃、二枚刃、はい、それをつけるイメージですね。なんか昔はその二段刃はつけちゃダメみたいな、そうですね、そういうふうに俺らは教わってて、はいはい、このずっと研ぎ方ベタでやって、はい、でその亮太君から聞いた時にその30度こば漬け、で僕もやり始めたけど、それまでは全然やっぱダメと思ってたからね。そうですね。コバをつけることはダメなことっていう、ふうなイメージだった。確かに。そう、コバもなんで2段刃までいくとダメなんですよ。これがコバが光の筋ぐらいだったらいいんですけど、これ目に見えてもう目視で見えるぐらい角度がだんだんになってしまうと、刃先が分厚くなってしまっているので、切れ味があんまり出ないっていう感じになります。なるほど。じゃあこれは正直つけすぎだ俺。そうですね。ってことよね。はい。なので目で見てこの光当てて見えるぐらいがちょうどいいです。ここだけないですよね、どっちかっていうと。ここだけなくて他はコバついてるっていう感じになります。コバ漬けをしながら刃線の修正をしていきます。なので簡単に言うと、今ここがへっこんでたので、ここ以外をコバ当てていくっていう感じです。でこのへこんでるとこはそれ以上研がないように、なるべく当てないように、このへこんでるとこ以外と入れ削っていくっていう感じですね。はい、30度ぐらい立てて、ここがへっこんでるのでここ以外当てるイメージで、1回ここからここまで1回やったら、その都度刃線見てちゃんと直ってるかどうか確認しながら。そうですね。であと砥石のこと言い忘れてたんですけど、この刃線修正とか最初の形修正の時は、荒砥石でも普通の荒砥石だと全然削れないので、これ電着ダイヤっていうダイヤモンド砥石なんですけど、電着のダイヤモンドのこれ140番の粗さです。140番。はい。でも電着ってその金属のダイヤモンドの種類がプラスチックで
固めたやつと、鉄板の上に電気でくっつけたやつの2種類があるんですよ。でこっちは鉄板の上にダイヤモンドの研磨剤をくっつけたやつなんで、まあ、鉄板の上に研磨剤がそのまま乗ってるんで研磨力がすごく高いです。なので包丁をすごくいっぱい削ってくれるって感じですね。でこっちは控えめで研いでいくっていう感じです。途中でポコっていうへこみがないように緩やかなカーブを描く感じです。確かにここでしょ、さっき。そうですそうです。でここはちょっとこうなってたんでしょ。あ、そうですね。あとまあ包丁は表と裏研いで完成するので、裏研ぐともう少し形が変わるのでそこも加味して研ぐ必要があります。なので表だけで合わせちゃうと裏研いだ時に崩れる可能性があるので。難しいなやっぱ研ぎって。はい。でまあこれでコバで形修正できたら、この先コバつけて削ったとこは、まあ、ここ特にコバが厚くなってるんですね。この線の太さがここ細くてここ太いで、ここら辺もまあまあ太いみたいな感じになってるんですけど、このコバの太さがそのまま刃先の厚さになっています。なのでこのコバの細いところは刃先薄いですし、コバの厚いところは刃先厚くなっています。なので今度はこの砥石で切り刃を削っていって刃先を薄くしていくっていう作業を次していきます。まあ、これが料理人さんがよくするベタ研ぎっていうやつですね。でこれで厚みを調整して、まあ、研ぎのイメージとしてはこのベタ研ぎで包丁の刃先の厚みを調整してコバ付けまたは糸引きで刃を切れるようにするっていう2段階です。刃先の厚みしか調整してないので、薄いだけで切ってるみたいな感じになります。その場しのぎ的な。そうです。なんですぐ切れやむっていう人多いと思うんですけど、それはやっぱちゃんとした刃がついてないのですぐ切れなくなっちゃうっていう感じですね。なるほどね。はい。じゃあ続きやっていきます。次ベタ研ぎするんですけど、ベタ研ぎで1個大事なポイントがありまして、これ片刃の包丁、和包丁っていうのはこの刃元って呼ばれるところとこの切っ先って呼ばれるところで角度が少し違います。まあこんな感じでこっちを押さえた時とこっちを押さえた時で、こっちを押さえたら切り刃の角度が鋭角になって、こっちを押さえると鈍角になっています。でこれひねりって言って刃元から切っ先にかけて鋭角になっていくんですけど、それを意識して研ぐのが一番大事です。で料理人さんは結構ここからここまで砥石を一発で当てようとする方が多いんですけど。当ててます。当ててますか。はい。そうすると包丁の形変わっちゃいます。でまあよくあるのがこっちがめっちゃ広がってこっちが狭いみたいな切り刃になることが多いんですけど、まあそうすると、見た目は確かに一発で当たるんで綺麗に見えるんですけど、切れ味がいかんせんこの全部角度が同じなので、和包丁って引き切りしたら切れ味上がるって言われてるじゃないですか。それは角度がこっち鈍角でこっち鋭角なので徐々に刃が抜けていってその鋭角になっていくので切り抜けが良くなるっていう理屈があるんですけど、もうどっちも同じ角度でペタッとくっつけちゃったらその切り抜けがなくなるので、引き切りの効果がかなり半減する。はい。なんでひねりっていうのはかなり大事です。ひねり。はい。でそれ引き切りだけじゃなくて押し切りもそうなんですよ。押し切りの場合は逆に鋭角なところから鈍角になっていくので、食材をこっちに離す力が加わるんですね。ちょっとずつ包丁の部分が厚くなって鈍角になるので、そうするとこう押し切りしてる時に食材がこっちに勝手にいってくれるので、玉ねぎとか分かりやすいね。そうですね。なのでそれもやっぱりこのひねりっていうのがあることによってそれが起きるので、ひねりをなくしちゃうと切ってても詰まったような切れ味になっちゃうという感じです。でちょっとずつずらしていくとちょっとずつ角度変わっていくので、この角度を維持したまま研ぐっていう感じです。この切っ先研ぐ時はここみたいに浮いてると思うんですけど、これ角度が違うからこっちが浮いてるって感じですね。なので右手で自分で角度をつけようとしなかったら勝手に大体その感じで当たります。でも結構角度をつけようとして研いでる人多いんじゃないかな。
料理人さんをかなってこうしてるだけっていう感じ。そうですそうです。で柳刃ならまだマシなんですけど、ちょっとこれ反ってるじゃないですか、で R が普通の柳よりちょっと強いので余計に形崩れます。ベタで全部当てちゃうと。やってることが全部当たってないっていうちゃんとできてなさが分かるね。いやいやいや。でまあワンポイントアドバイスとしては、この左手当てるプラスちょっとこっちの親指に圧力加えると、まあ、しっかり当たってくれるので、まあ、軽く親指力入れるだけで。小刃のここ、あ、そうですそうです。までね。はい、はい、でこれを研いでいきます。でさっき小刃の厚みの違いを説明したと思うんですけど、まあここ今削って厚さ調整してるので、この小刃がまあ少しずつ細くなってきます。そんでこう、あ、そうですそうです、ね、減っていくことによってここが小刃の部分が細くなっていく。はい。でそれを見ながらこの小刃の厚さを、まあ、いいぐらいの細さまで持っていくっていう作業がここの作業です。理想としての小刃の細さは耐久度も出せたかったら、光当てた時に、まあ、筋見えるぐらい、でめちゃくちゃ切れ味よくしたかったらもうほぼなくなるぐらいまで研ぎます。で完璧になくしちゃうと破れちゃうので、ギリギリなくなるかなくならないかぐらい。それは多分料理人はまっすぐできんと思うから、はい、感覚の問題と思うし、まずはなんで小刃の幅を均等にするっていうことを意識したらいいかなと思いますね。はい、でまあやりながらその広さの調整は、まあ、どの切れ味が好きかでいろいろ変えていただけたらと思います。はい、でこれがやっぱり研ぎ方の癖でここをよく研いでるのでここが減ってた、まあ刃先もそうですけどこっちとこっちがより減ってたので、まあ、今回この小刃の厚さを均等に揃えてあげると勝手にこのしのぎも綺麗になってきます。ああ、なるほど。はい。でこことここが比例してまっすぐこうなってくる。そうですそうです。まあ、僕らが研ぐのはこれが一番長いです。時間的には形修正が一番時間かかるんで、これさえ終わればあとはもう楽しい時間ですね。楽しい時間。はい。楽しい時間。楽しい時間か。まあこの形削るのも形変えてる感って楽しいですけど、このなんか削ってるなって感じが。言ってることがただの変態だから。で削ってるとさっきよりちょっと細くなったので、こっちの細さにこの小刃が近づいてきたかなと思います。さっきここの2倍ぐらいあったんですけど、ほぼまだあとちょっと太いとかな。そうですね。だけどほぼ変わらないようになってますね。今見えてるとこ当てて、ここ当てたら次こういう幅で当てていきます。そんな？で次こんな感じで、次こんな感じで、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じっていうのをまあずらしていくっていう。でひねりつけてると一発で当たらなくなるので、これが綺麗な当たり方ですね。で向きもこのまま真横に当たるんじゃなくて斜めでこういう感じで当たっていくっていう感じです。で今この一番下当てたので、この今荒砥石の目が、まあ、ここら辺こういう感じで当たってるのが分かるかなと。でこれを、まあ、上までずらしていくって感じですね。ある程度でいきますか。おお、
かなり時間かかるかもしれないです。そうだね。はい。なんでまあそうですね、まあ問題なく切れるぐらいで。で研いでる時も一応この破線とこのしのぎのライン見て形きれいになってきてるかどうかこまめにチェックしながら。はい。はい。じゃあこれあれだね、結構その料理人さんってさ、こうやって研いで、はい、目でチェックするより手でチェックするじゃん。はい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 。それよりちゃんとこう光に当ててここのラインが綺麗かとか、はい、ここのコバの例えばまあこの幅がちゃんとずっと揃ってちゃんと溶けていってるかの方が重要ってことだね。はい。で最後に触ってうん、刃がついてるかチェックするっていう感じです。で最初の形の時に形崩れてたら、まあ、刃はついても変なとこ曲がってたりすると、まあ、野菜つながったりとかちゃんと切れなかったりするので、で極端に例えばまあここだけ綺麗に研げてなかったらまあこう切った時に結局ここのきゅうりとかだったらさこう最後が残ってプル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 とか、そうですね、くっついたり、はい、本当に目視で形きれいに研ぎながらやるのが大事です。結構形どっちでもいいと思われがちなんですけど、いや僕もそんな形よりやっぱ触って刃がちゃんとつき始めてるのかとか、はいはいはい、まあこういうふうにはするけどね、でもこれは必要ないってことよね、この段階ではね。まあこう見るときはこの刃こぼれと潰れてるとこがどこか見るぐらいの時しか見ないですね、僕は。あとはこっちの歪み、さっきちょっと手でこう曲げたやつ、はい、包丁が歪んでて曲がってる時とかはこうやって見てまっすぐ修正するっていうのはするんですけど、こっちが例えばこう曲がってるやつはこうやって調整して、はい、基本その時ぐらいですね、その見方するのは。結構ほらこれなんか蛍光灯に当ててさ研ぎ終わって歯を見てこうやってこうする人、そうこうする人いますよね。ちょっと何してるかなってたまに思うんですけどそっか。でも料理人さんもやっぱそれなりに研げてもね、やっぱりあそこまではできんけんね。でもこの動画見てる料理人の人もこういうふうに教わったっていうところが出てくると思う。上の先輩からこういうふうにチェックをしてとか、こういうふうに研いでねとかまあ見よう見まねもあるかもしれないし、それが俺もそうやって覚えてきて、半分ってもう半分以上が見よう見まねでやってみて、やっぱ切れるようになって、あこれで正解なんだってこう勝手に正解にしてしまうから、結局それが間違いないよね。まあそうですね、自己流、ただの自己流っていう、まあ先輩が自己流なんでもう自己流の自己流になってくる感じですよね。自己流のオリジナル自己流ねそうそれ以上上っていうのはやっぱりプロじゃないと多分できんと思うもんね、ちゃんとこうやって教えてもらうことがなければ。そうですね、なんでまあこの動画見て少しでも、いや本当少しでもね切れ味が良くなったり包丁の悩みがね、とか取り方の悩みってなんか先輩にも聞きづらいやん。そうですね確かに、なんかすいませんっつってお前今更何を聞きようとみたいな、確かにまあこそっとね学びたい人はこういう動画を見てそうですね、してくれたらいいかなと。はい、じゃあまあとりあえずこれででも全然違う。もっと切れ味良くしたかったらもっとコバを細くするって感じですね。でここをもうちょっと均等にこうちょこちょこ研いでいくってことね。そうですそうです。でも全然違う。均等に俺は見える。もうちょっと綺麗にしたいかなって感じなんですけど。へえ。まだ若干へっこんでない方が。これへこんでるの？はい。ここだけちょっと砥石が当たってないですね。本当。ちょっと違う。でも
一番最初が140番。はい。で140はもう形修正する時とか、刃がかけたりとか。そうですね。でまあ通常そうですね2週間に1回とかのペースで研ぐ時はこの400番からやった方が、いいです。料理人の人はどうなんだろう。どれぐらいから始めてんだろう。毎日研ぐ時とかは1000番でいいです。俺は基本1000番からスタートしてた。最初はやっぱ。そうですね。やっぱ400からの方が効率がだいぶ早い。すぐ終わります。400からやると。ただ毎日で400使っちゃうと減ってくるね。そうです。削りすぎな感じがあるので、そこら辺は自分の研ぐ周期と砥石ちょっといろいろ試しながら合うやつがいいかなとは思います。でここからはさっきの研いだこの切り刃の面、ここが140番のすごく粗い目になっているので、これをこの400番の目に変えていくっていう感じですね。きれいに鳴らしていくという。そうですそうです。でちなみにこの時もコバが少しずつ減っていくので、さっきの一番粗いやつでコバ消しちゃうと、ここからもうめっちゃ破れていくので。じゃあそれなりにちゃんとコバも残しとかないとってことよね。どんどん研いで減っていくのは絶対だから。そうですそうです。なんで後のこの400、1000、3000で研ぐ時にこの減るのもある程度考慮してコバを残すように。これはもうどんだけ場数踏むかよね。そうですね。結構経験が大事ですね、ここら辺は。はい。じゃあ400番の研ぎ方ちょっと変えて、さっき140番に研ぐ時この向きでこう縦に研いでたんですけど、同じ向きで研いじゃうとさっきのこっちの粗い研ぎ目なのかこっちの400番の研ぎ目なのかが分かりにくいです。なのでこの研ぎ目を400番の研ぎ目今こっちに入ってるんですけど、140番の目がこう向きに入ってるんですけど、400番の研ぎ目を縦向きで入れていきます。そうするとこう交差するので、縦に入ってるのが400番の目でこっちの斜めに入ってるのが140番っていうのが、すごく分かりやすいです。なのでそうするととりあえず全部縦にしたらいいっていう感じになるので、どっちの目かなっていうのを頑張ってみなくてもやりやすくなります。でそれは研ぐ向きをさっきこっちの向きだったんですけど、次はこっちの向きで研ぐっていう感じですね。縦になってるね。そうです。これ日本刀の研ぎとかで結構あるんですけど、縦にしゃくるみたいな感じです。こうすると研ぎ目が縦向きに入るので。なるほど。ここら辺とかは斜めのやつと縦のやつが交差しているんで、どっちの目かすぐ分かりやすいです。でさっきのこっちの粗い目を消していくっていう感じですね。上から下に行く方がきれいに研ぎやすいです。鈍角の方から行くとそのまま鈍角になりやすいんですけど、鋭角の方、こっち鋭角なんですけど、鋭角の方から行くと、当ててると結構鈍角にはしやすいので、ちょっとここら辺は感覚の問題なんですけど、なんで上からやった方がやりやすいですね。ただコバ付け30度で研ぐときは下からの方がやりやすいです。用途によって上から行くか下から行くか、やりやすさもね人それぞれあるとは思うけど、そうですね、上からやった方がいいです。ベタ研ぎの時は。であと今回これダイヤモンド砥石使ってるので、砥石がかなり減りにくいんですね。なので、長時間研いでても途中であんまり面直ししなくてもいいんですけど、あんまりダイヤモンド砥石使ってる方いないと思うので、こういう普通の焼き砥石、こういうのだと結構減ってきます。なのでだいたい5分も研いだら絶対1回面直しで砥石直した方がいいです。これ面直しがね絶対しとかんとね。そうですね。本当。これかなり大事ですね。
面合わせ直し直すのがへっこんでるやつで、面合わせるのはまたこの面も面合わせっていうのはへこんどるのを直すのね。面直しがそうですね。で面合わせるのはこれ140番のダイヤの面直しなんですけど、例えばこれ1万番の砥石なんですよね。1万番と140番のやつやると1万番の表面に140番の溝がいっぱいできるんですけど、そうするとこっちの研磨力が上がるので早く研ぎたい時はいいんですけど。それはいいんだ。ありです。ありなんだ。俺なしと思ってて。やり方によります。なので途中で例えば次仕上げ砥石使う前の旋盤中砥石とかでは、粗い水つけた方が早く研げるのでいいんですけど、最後の最後の仕上げ砥石でコバ引くための砥石ってなると、粗い水があると刃先の切れ味が粗くなっちゃうので、そこはきれいにした方がいいです。でそのやり方的には一回これで面直すじゃないですか。で直すとこっちに深い溝が入るので、ここに置いてるんですけど、これ自身の3万番なんですね。3万番。これは砥石の粉です。研磨剤です。これを粘土とかと一緒に焼いて固めると砥石になります。砥石の元みたいなものですよね。じゃあそれを粘土に合わせて、でも焼いたら何番になるの？焼いても3万番です。そこは変わらない。で、これ何に使うかというと、これと、ここにガラス板があるんですけど、研磨剤をここにバーって巻いて、このガラス板で研磨する。上げると、ガラス板と砥石の間でこの研磨剤が転がるので、そうすることによって、この表面を滑らかにすることができるっていう感じです。本当に綺麗に研ぎたいときは、3万番までは行き過ぎですけど、自身の1万番とかがあるので、1万番でやってあげてください。でダイヤモンド砥石直すときは、このダイヤモンド同士でやっちゃうと、どっちも消耗するんで、一応こっちも直るんですけど、こっちがもうすごく早く使えなくなるので、ダイヤモンド直すときはこういうガラス板使うか、黒い面直し。黒い面直し。面直しで一番安いやつです。これ研磨剤が C っていう研磨剤なんですよ。炭化ケイ素系の研磨剤。なんで、このダイヤモンド、ちょっとややこしい話になりますけど、モースコードっていうのがあって、ダイヤモンドが10段階で評価した時の一番硬い10なんですね。でその次はルピーとかサファイアとかのモースコードで9で、それがこういう砥石に使われている WA とかと同じコードになります。でこっちの炭化ケースはさらに低くて、これよりもだいぶ柔らかいんで、このダイヤモンド砥石の研磨剤は傷めずに、ダイヤモンド砥石をつなげてるこのレジンのボンドだけ削ってくれるんですよね。ちょっとややこしいです。めっちゃややこしいけど分からんこともない。砥石自体がこの研磨剤を、お茶碗とかの陶器みたいな感じの粘土で焼いて固めた砥石になるんですけど、この研磨剤部分は硬いんですよ。で粘土で固めてる粘土部分は柔らかいんですよね。なんで砥石って減るんですけど、これで厳密に言うとこれとこれを使うんですけど、混合車。これ細かい粗め細めってやつです。細め、こういうやつ。これを固めたやつがこれです。ちなみに。でだいたい100番から400番ぐらいの混合車使ってダイヤモンドを、これをダイヤモンドの上にヤッコが入る。これをダイヤモンドの上にこうパッと巻きます。これぐらい？これぐらいです。意外と少ない。であとはガラス板かこの炭化ケイ素系の面直し。このついでにガラス板っていうのは大体どこで買ったり？これ全然これメルカリで買ったやつですけど。メルカリ？はい。メルカリ。アマゾンとかでも売ってます。できたらこのガラス板もフロートガラスって言って水に浮かして作るガラスがあるんですよ。それ使うと結構平面がきっちりとまっすぐなので、それがいいです。でガラス板調達するの結構大変なんで、あと扱いも
ちょっと落としちゃうとこんな感じでかけちゃいますし、あれなんでもしこれがあったらこれで問題ないです。でこれでこの研磨剤をこの砥石の間で転がすような感じで、力は使わずなるべく使わない感じですね。でそうするとこれ今茶色いの出てると思うんですけど、茶色いのがこっちのダイヤモンドのこのレジンの部分です。固めてる部分、これでスラを直していく感じですね。ダイヤモンドの部分は削れてないよと。はい、硬いから。そうです。ダイヤモンドのつなぎ部分だけを削っていってるっていう感じですね。でこんな感じでつら直すんですけど、これはダイヤモンドよりも柔らかいので、ちょっとずつこっちがやっぱ減ってくる。はい、減ってきます。でこっちも曲がってきます。じゃあそれをまたつら直ししなきゃいけない。そうです。それはそのつら直しはこれでできます。140番。はい。わかりました。電着のこれ、電着だとこのつなぎのボンドがないので、こっちは削れないです。でこっちは焼結って言って、レジンを焼き固めてるんですけど、これはつなぎにボンドがあるのでこれで削れるっていう感じです。はい。はい。ちょっとややこしいです。めっちゃややこしい。ややこしいけどこれは勉強する価値が絶対ある。そうですね。つら直し大事なんで、はい。こんな感じでダイヤモンドもつら直していただいて、ダイヤモンドじゃなかったらもう普通のこのつら直しでバーッとやってもらえたら。はい。勉強になるわ。あとは普通通り。そうです。あとはもうさっきと変わらず、はい、上から下から上からはい。この400番の目に全部変えて、400番の目に変えれたら次1000番いって1000番の目に全部変えて、それはいつも通りの工程ね。誰もがする。はい。でさっきは縦に入れたでしょ。はい。こう。はい。次はまた斜めに戻します。斜め縦また斜め。そうです。斜め縦斜めって感じですね。それの繰り返し。そうですそうです。もういらず。水は湿らすぐらいです。もうこのぐらいついてたら問題ないです。で、右手の力なるべく抜いて左手で押さえた角度になってたら、その向きでこっち方向にこっち。そうですね。こう。そうですね。で今多分普通の向きになってきているのでちょっと動かしますね。ちょっとそのまま押さえておいてもらえたら、ここが前後だけ動かすので、こういう向きですね。はい、でこの時にこの指が砥石の外に行くとガクってなっちゃいそうなので、指は、この砥石の中で収めるようにしてください。その時も一緒です。それは最後までいけるので。はい。で下までいく感じですね。ここが足りない？そこが今だと研ぎ目見た時に、この光に当てるのが一番見やすいんですけど、光に当ててこの縦の向きとこっちの斜めがあったら、斜めが残ってたらもうちょっとやる感じですね。ここら辺？そうですね。ここも。はい。結構140番の時は深いのが入っているので分かりやすいかと思います。で左手の動かす位置なんですけど、切っ先付近はこのしのぎの反対側らへんです。置く位置。ここ？はい。このしのぎの真裏らへん。
角度をこっち鋭角でこっち鈍角にしたいので、刃元の時は刃先らへんに置きます。ああ、確かにさっき刃先置いてた手を。そうすると、自然と角度もつきやすいです。なんでイメージ的にはここからこういう感じで少しずつ上にずれていくような押さえる位置ですね。こんな感じ。ずっと刃先じゃなくて刃先から徐々にしのぎ側にずれていくイメージです。ああ、はい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 。これ今合ってる？もうちょっと縦に、そうですね、それで。で、最後まだ行ってないので、多分ここで今終わってたんですよ。ここで。今のが？はい。なんで最後はここ、そうです。そこで親指はもうここで大丈夫なので、はい。その状態で研ぐ。もう細かく。細かくで、はい。そんな感じですね。で、これで全部研ぎ目を400になるまでやるっていう。なるほど。はい。感じです。もうちょっとかな。うん。この時そんな力は絶対入れない。そうですね。そんなに入れても結局こする量はあんま変わらないので、さほど変わらないです。ああ、なるほど。抜きすぎもあまり意味ないんですけど、適度に入れる感じですね。今までやるよって全然考えたらこんな動かし方してないな。そうですよね。なかなかこの動かし方してる人も少ないです。別に同じ方向だけでも研げるんですけど、綺麗にしにくいっていう。ちょっとお願いします。はい。だいぶいい感じになっていきましたね。ちょっともうじゃああと押し上げますこれ。はい。やっぱ慣れたら楽しいかもね。研ぎ。そうですね。これ最初絶対迷子なる。これでやっとんかなみたいな。こうやったかなってか。多分迷子なるけど、これは面白いかもしれん。なんで最初はこんな感じでマンツーマンでやると一番いいですね。個人レッスンみたいな感じで。そうね。これは。こういうマンツーマンでやって、こういうふうに細かく話してる動画って多いんかな。でも鳥師さんのチャンネルではあるか。ここまででも深掘った解説はしてないかもしれないです。結構もうちょっと浅いところでやるんで。言うてもね、料理極めるだけじゃね、美味しい料理できん。はいはいはい、そうですね。本当。だから道具も極めないと。せっかくね、いい道具をちゃんと持っとって、そのいい道具の 120% の力を出し切らんかったら、やっぱどうしても意味がないけんね。そうですね。それでやっぱ料理にも差が出てくると思うし。YouTube の縦に研いだら切れるようになるのかな。
それ今素材多分ほぼ切れない素材ですね。軽いし。じゃあこれで400番終わりです。はい。というわけで京都と鹿児島、宮崎。仕上げ砥石はもう京都一強です。京都のみ。京都のみ。全国で京都のみ。世界で。世界ですね。世界で京都のみ。はい。で中砥石は結構いろんなところで取れます。地方も。有名なところだと愛媛の伊予。伊予とそれこそこういう木目調の伊予砥石。これどっち使うの？その印字じゃない方です。こっちよね。はい。これって前聞いたんだけど、例えば何千番とか何万番とかって、調べることはできないんでしょ？天然はそうですね、できないですね。研いで5000番っていう風なやり方なの本当に？天然はあれなんですよ。番手がないです。なんでだいたい中砥石ぐらい。だいたい何番ぐらいっていう。なるほどね。こっちの人工の砥石はちゃんとこういう細かさがあるので、何番っていうのがね。そうです。ふるいみたいな感じで入れて、その何秒間に何個落ちたら何番っていうのが決まってます。これはあくまで2000番から3000番ぐらいかなっていうそうです。そんな感じです。本当ったりやっぱどうやって適当なもんでしょう。これは本当にもう地層ですね。山に降り積もった。メインの研磨材は石英、水晶みたいな感じの鉱物です。ついでに天然の砥石はもう手が出ないほど高いです。そうですね。だって普通の人だったら石にっていうようなね値段するからね。そうですね。これで安い方なんですけど5、6万ぐらいです。です。はい。5、6万の石。そう聞くと高いですね。5、6万の石か。5、6万の石。でも料理を美味しくしてくれる石。そうですね。一個ちょっと大事なこと忘れて、裏を押すの忘れてました。裏はあんま研ぎすぎない方がいいので。ちょっと今回は形作りもあるんで1000番でするんですけど、普段メンテナンスで研ぐときはもう仕上げ砥石だけでやってください。1000番使っちゃうと広がってくるので、基本形直すときか、もう最初の刃がついてないやつを研ぐときぐらいです、1000番使うの。で裏もこっち向きでもいいんですけど、こう研ぐとどうしても人間の手って円を描きながら動くので、ちょっとブレるんですよ。なので縦に置いてこの向きで縦に研ぐ方がブレにくいので、裏押しも崩れにくいです。はい。はい、でこうすると矢野さんが取り出た時にちょっと角度がブレてるところが出てきます。バレるってことですね。角度が乖離が取れないですよ。縦で研いで当たってないとこは乖離が取れないので、これだとここら辺と、この一番先端ですね、ここが乖離が取れてないので、そこが砥石が当たってないところになります。何これさっきそれさっきの最初の修正の時に出た乖離です。5番の時に。本当だ。ちょっとその場合はこれを直すのはめちゃくちゃ大変です。一回この裏くぼんでるんですけど、もう一回くぼむように研ぐか、もしくはこの裏押しの一番
内側あると思うんですけど、この内側まで削ります。包丁の2つ。2択。はい。ただまあこっちに削るのは包丁がめっちゃ細くなるので、あんまり良くないです。で裏を削るのも、鋼ってこっちとこっちに分かれてて、こっちに柔らかいステンレス、こっちに硬い銀酸っていうのがくっついてて、この裏削っちゃうとその銀酸が減ります。なのでそれはそれで包丁が切れない原因になりかねないので、もうここまで入ってるんですけど、これがもう全部なくなっちゃう可能性があるんですよね、裏やりすぎると。なるほど。なので、まあさっきも言ったように裏は極力研がない方がいいです。本当ね。本当仕上げのみ。あ、そうです。仕上げの言ったらここよね。そうですね。なのでこの裏押しも今この幅なんですけど、まあ広くてもこれでもまあ割と広がってる方です。これはじゃあやりすぎだ裏。もうはっきり言って。そうですね。結構研ぎすぎちゃってるかなって感じですね。中研ぎはい。ぐらいで研ぎ寄ったかも。ああ、そうですね。やっぱり多いですね。中と一緒で研がれる方も。で、あと裏するときは絶対面直してからやった方がいいです。ああ、それはもちろん。はい。まあ、とりあえずこんな感じで。で、一回裏を押したら、次の砥石に行きます。次の砥石は天然砥石です。天然砥石の良さとは？天然砥石の良さは、まあ切ってる時で言うと、包丁を仕上げ砥石の一番細かいのまで当てると、まあ、ピカピカの鏡面になります。ただそうするとちょっと食材がひっつきやすいので、天然でやると傷は消えるんですけど、表面は、まあ、またややこしい話なんですけど、金属って金属の中に硬い部分と柔らかい部分があるんですね。で天然砥石の研磨剤って柔らかい研磨剤になっているので、その金属の硬い部分は削れにくくて、柔らかい部分だけ削れてくれます。そうすることによってこの表面が細かく凹凸ができるんですよ。そうすると摩擦も少し減って切りやすい。はい。で、この凹凸もなだらかな凹凸になっているので摩擦も起きにくいです。で、旋盤だと凹凸あるんですけど、ギザギザの凹凸で角が立ってるので摩擦が大きいんです。っていう、まあちょっとした違いとかもあります。はい。難しい。まあ、あと単純にめっちゃ見た目綺麗に仕上がります。全然。はい。波紋が、まあ、包丁ってこの波紋があるんですけど、それがめっちゃ綺麗に。くっきり。そんな違うんだ。人造と天然じゃ。そう全然違う。天然を扱うことがないから。まあまあそうですね。売ってるとこも少ないですよね。で、天然はこう研いでるとちょっとずつ泥出てくるんですけど、この泥を使って研ぎます。泥を使いながら研ぐって寿司屋の大将に言われて、時にそれを流したらいかん。はい。水で、こう水でずっと流しながらこう研いだりしたらダメだよって。天然の場合がね。天然の場合が特にそうです。で、人造の場合も別にそれの方が早くは研げるんですけど、これも研げる成分なので、これで刃先が削れちゃって刃先がちょっと丸くなりやすいです。で、刃先をまっすぐピンとさせたかったら泥を使っちゃうと丸くなっちゃうので、使わない方がピンとできます。立ちやすいというか、刃先ね。そうですそうです。なので最後のこの小刃付けの時も泥は極力ない方がいいです。泥があると刃が丸まっちゃうので。勉強。
料理人の人見たら絶対面白い動画と思うけどな。一般の人が見たら何も面白くないな確かに。いやでも料理人の人マジ絶対みんな筒のやつしたいんだって。ああそうですね。いやまあでもあれはほんまに簡単です。包丁の切れ味のだいたい7割8割ぐらい出せたらどんな包丁でもできますあれ。でも一応それもちゃんとやり方がある。あ、そうです。やり方はあります。もちろん。そのやり方を知らないからみんなしたいと思う。そうですね。みんなやり方知ってたらしとるけんもう。はい。あ、でもそれこそさっき言ってた研ぎの工程2分割ベタ研ぎで厚み調整して、コバで刃先を刃をつけていくって言ったんですけど、その皆さん刃をつけてないのであれできないんですよ。あ、コバをね。はい。でコバをつけたらあれできます。仕上げと一緒で。仕上げでコバをつける。そしたら筒がスパッ。どうしてもベタ研ぎだけだと刃先が細かい刃こぼれがあるので、入りにくいです。刃が紙に。でももう3分の2ぐらい終わってんじゃない？そうですね。これの精度を上げたやつがちゃんとしたやつっていう。ちゃんとしたやつ。はい。まあこれちょっと何ですか。若干手抜きかな。まあね。この研ぎ目とか。これをちゃんと研ぎ目もしっかり抜いて、全部研ぎ目変えていって形も完璧にきれいにしてってやると、もう大体3倍ぐらいの時間がかかってきますね。それかかるよね。そうなんですよ。10分15分で研げるもんじゃないもんね、包丁。まあメンテナンスはできるやろうけど。そうですね。メンテナンスはできますね。包丁研ぐの好きよね。楽しいっすよね。それ楽しそうやもんもうこういうなんか切れ味以外の見た目的な細工も結構いろいろできるんで、なんか芸術的な感じで楽しいですよ一種のアートみたいな。いやまあアートだとは思う。でもやっぱ好きじゃなかったらここまでできんよね。これはさすがに使ってないけん小刃もついてない。こうするとこんな感じで。うわすっげえ綺麗。あ出てる出てる出てる。これがね、全鏡面したらまあ全部綺麗に出るというね、ここが。そうですね。このだけ手寿司さんのは小刃だけあれはついてたの小刃。切り刃の研ぎ終わりなので、最後刃付け。刃付け。2回目のまあ小刃ですね。研いでいきます。大事。はい。で小刃なんですけど、小刃は今この140番だけ当ててる状態なので、小刃もそっか。そうなんですよ。そうよね。はい。なので400、1000、3000。天然でいきますか。はい。天然で、これ天然じゃないんで、これの代わりに天然を使います。はい。じゃあやっていきます。
さっき焼肉食ったけどお腹減ってきたな。米食ってないけん。あ、いや頭使ってるからです。頭使ってるからです。あ、そっか。めったに使うんけん。いやいやいや。つい。はい、じゃあ、発付していきます。はい、お願いします。いきます。ここは150番。150番でつけたんだっけ。140番。140番でつけてるから音が。あ、これは400番です。100？これは400番。400。1個前、これが140番。140からも400ね。そうですね。細かくなってるから音が結構激しいもんね。はい。で、次。あ、これでコーバ終わりです。はいよ。今のぐらいです。なんで、これ以上やると、そのコバがまた広がってくるので、そうね。極力最小限で。次、1000番。で、角度は、まあ、30度ぐらいがいいです。30度から、鈍角にしても40度まで。これぐらい。はい。で、1000問終わったら、次3000ですね。はい。ありがとうございます。あと、コバはつけたら乖離かなり出るので、乖離全体的に確認してください。ベタ研ぎの時は出ないです。コバを消してないので。そうそうね。はい、そうだ。で、最後。はい。で中山のアサギっていうやつです。はい。めっちゃ硬い天然砥石ですね。めっちゃ硬い。めっちゃ硬くてめっちゃ細かい天然砥石です。番手で言えば1万番以上って感じですね。裏はまだ1000番でしか押してないので、3000番で1回裏押しします。この時に刃がついてるか確認してます。ああ、この時にね。はい。指でね。指で。あんまり爪は使わない。爪でもいいんですけど、指の方がやっぱ分かりやすいですね。でもそれも感覚を覚えるんだね。やっぱ切れる包丁を触って。そうですね。で、これ今バーって研いで刃先にバリが残ってるんですよ。バリが残ってると引っかかる。引っかかります。亮太くんが研いだ包丁はそもそもが刃に引っかからなくて、でもちょっとね、これは結構引っかかるな。本当だ。前よりは引っかかる。で、今からこの刃先についたバリ、要は鉄のゴミなんですけど、削った時のそれを取り除いて研ぎ終了って感じですね。で、これに天然砥石の泥を軽くつけてます。今。はい。で、これを使ってちっちゃいやつをこうしたやつね。あ、そうですそうです。はいはいはい。これで表面を滑らせる。角度はおば漬けの角度ぐらいです。30度からマックス40度。はい。で、力抜いてこんな感じでバリ取り終わりですね。で、ここまで終わったら
一回紙切って、うん、ちゃんと刃こぼれとかがないか確認します。こんな感じでゆっくり全体使いながら切って、途中でなんか引っかかりとかがないかカチッってなるやつね。そうですね。ベタ研ぎだけで研ぐとそれが出てくるので、出てくるんですよ。そうなんですよ。本当に出てくるんですよ。最初ありましたよね。一番最初にお伺いした時。そうなんですよ。なのでそれが薄さだけで切ってる時の刃先の状態っていう感じです。はい。すごいです。引っかかりません。はい。これで研ぎ完了です。じゃあ切ってみようか。コピー用紙丸めたやつ。はい。これは A4 のコピー用紙を2周巻いて上下をセロハンテープで留めたものです。はい。決してラップの芯ではございません。そうですね。でこれが1周半とかでちょっと円を広くすると切るのが結構難易度下がります。安定しやすいので。そっか。はい。なんで最初切れないなって思う人はちょっと広げたら切りやすくなります。それであとこれですね、手にのせる。ちょっとのせてみてください。結構難しいですか？結構難しいな。よく切ったね。そうなるよね。手の上だと勢いもつけれないので手切っちゃったら危ないんで、より難しくなりますね。みんながやりたい筒ね。上の方からがいいよね。はい。あれ？何その新しい切り方。こういう切り方もできます。はい、ということで、りょうたくんとの包丁を研ぐ勉強になる動画でした。概要欄には、インスタとかりょうたくんの貼ってるんで、見とってください。お願いします。お願いします。YouTuber っぽい。